野菜スープを毎日食べると太らない、痩せる、そんな仕組みが分かりました。皆さんこんにちは。野菜スープのある生活を始めてからずっと感じていたことがあります。お腹ペコペコで食卓に向かってもすぐお腹がいっぱいになるということ。これは年のせい？汁物で野菜をたっぷり食べるから？実はそれだけではなかったのです。野菜スープを毎日食べる食習慣そのものに答えがあったのです。満腹感を感じる GLP-1 とペプチド YY、 それらを働かすには野菜スープに含まれるあるものが重要だったのです。若い頃の私のようにいろいろダイエット試すけどリバウンドをする人、無理なく健康的に痩せたい人、年齢とともに代謝が落ちてこれ以上太りたくないという人におすすめの動画です。ぜひ最後までご覧ください。数種類の野菜に水を入れて作る愛のスープ。かぼちゃの綿や種、キャベツの芯、パプリカやピーマンの種やヘタがたまれば野菜だし、ベジブロスを作ります。野菜の美味しさにこだわって作る蒸し煮のスープなどを組み合わせて毎日食べる私です。野菜スープを生活に取り入れるようになって以前より顔色が良くなって、手の赤切れ、かかとのひび割れがなくなり、血流が良くなっていることを実感しています。そして便秘が解消されたことはスープのある生活を続けるモチベーションになっています。そんな生活を始めてからすぐお腹がいっぱいになると感じていたんです。小さい頃から肥満児だった私は小学校入学の身体測定で体重は小学6年生並みにありました。朝食に菓子パンを食べ、夜ご飯はお茶碗3杯は当たり前、おやつはもちろんお菓子の袋を開けると完食するまで止まりませんでした。今から思えばあんなにたくさん食べることができたものだと思いますが、その頃は満腹感というものがなかったんです。いつもお腹いっぱい食べたいな、満腹感感じてみたいなと思っていたのです。人の何倍も食べているのにですよ。それが野菜スープ生活を始めるようになって満腹感をすぐ感じるようになりました。60歳を過ぎているので、これは年のせいかしらとか思ったり、スープだから水分が多くてお腹いっぱいになるのかなと思っていたんです。もちろんそれもあるかもしれませんが、満腹感を感じるホルモンは野菜スープで摂れる水溶性食物繊維が重要な働きをしていることを知りました。水溶性食物繊維を取り入れることによって腸内細菌の餌になり、短鎖脂肪酸が作られます。その短鎖脂肪酸が満腹感を支配しているというのですね。短鎖脂肪酸が体内で多く作られると GLP-1、ペプチド YY のほかレプチンなどの満腹ホルモンは複雑に絡み合って満腹感を得ることができます。また空腹を感じるグレリンというホルモンは短鎖脂肪酸の濃度が上がれば抑えられることも分かっています。つまり短鎖脂肪酸は空腹感を抑え、満腹感を感じやすくするというのです。愛のスープやベジブロス、汁ごと食べる蒸し煮のスープには水溶性食物繊維がたっぷり含まれています。その水溶性食物繊維を毎日摂ると短鎖脂肪酸は作られていくのです。ここで重要なのは水溶性食物繊維を摂ってから腸内に届き、短鎖脂肪酸が作られるまでには少なくても数時間はかかりますよね。ですから食事で満腹感を得たいと思ったら食事を連続で考えることが重要になってくるわけです。つまり前の食事、前の食事で摂った食物繊維によって短鎖脂肪酸が作られていって、次の食事の満腹感、満足感を作っているということです。今までは食事をするとき野菜をたっぷり食べて食物繊維を摂ると血糖値の急上昇を抑えて糖尿病予防になることは知っていましたが、食物繊維をたっぷり摂る生活を毎日続けることで空腹感を抑えられ、満腹感を得られやすいと知って私自身も納得でした。それで満腹感をすぐ感じるようになっていたんですね。もしあなたが過食気味なら毎日の野菜スープを作る生活を始めてみませんか？食べ過ぎる前に満腹感で食事を終えることができるかもしれませんよ。ぜひ試してくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介した動画は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルではファイトケミカルを取る基本のスープを中心に、毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさんとって腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますので、チャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。